艶にを塗って、やっぱりビスポークならではのこう木型のラインっていう感じがありますね。はい、どうもこんにちは。いやツルツルですね、相変わらず。前回釣り込みやってコードバンの靴めちゃめちゃツルツルピカピカになりまして、あれからね何日か眺めながらサスサスしてましたね。で今日はすくい縫いをやっていきます。でそうだ、こんな感じで釣り込んだんですけど、かかとだけ釘を変えて、これでもうね固定しちゃいました。これねタックスっていうちょっと柔らかめの短めの釘なんですけど、この細いのはこれ釣り込むためだけの、仮止めの釘なんですけど、かかと周りはこれで OK にします。すくい縫いをしません。理由としてはちょっとねコードバンこう下げてるところがあったんで、ここをね縫っていくとなんかあんまり下げてるとこ縫ってもなという感じがしたんで、あんまりこの皮はねこねくり回さないようにこの釘タックスで終わりにしちゃいました。これでもね全然多分ね大丈夫です。ということで今回ウェルトをここからぐるっとここまで縫い付けていきます。で糸はこれですね。ここの黄色くなってるところ、ここ松ヤニ塗ってあります。で先端は塗ってないんですけど、ここ糸をほぐしていって針につけられるように糸の先端を細く加工します。9本寄りなんですよね。細い寄りのかかってない糸が9本よりがかかってる、こうねじねじされてるんですよ。こうねじねじされてこう太めの糸になってるんですね。なのでこうやってばらすとこんな感じになる。でこいつを1本ずつ糸の先っちょをねほぐしていきます。こんな感じでこの毛先がふわふわになったやつをこの半分にして水つけて、そしたらこれを今度逆によりをかけて、こんな感じで分けたそれぞれによりをかけて、でこれを今度逆に回すと、そうすると糸が細くなりつつくるくるするんで、この毛先がまとまるんですね、細く。でこの細くなった糸先にこの松ヤニを塗って、で松ヤニ塗るとこう糸先がねめっちゃこうまとまります。硬くなって。塗ってない方はねこんな感じです。色が黄色くなってね硬くなります。そんでこいつに針をつけて、ローを塗って石鹸つけて、これで完成です。よし、これで準備が OK。 じゃあウェルトを縫い付けていきます。ベルトを柔らかくして癖付けして、今回ね結構丸めなラウンドトーなんで、このベルトのこの曲がり具合そんなに急激に曲がるわけじゃないんで結構楽です。前回のアデレードなんかは結構ここがねカクッと曲がるつま先だったんで、かなり癖を無理やりつけたんですけど、今回は割と穏やかな形状ですね。でかなりねコードバンのこのシワ、このね釣り込んだ時固めであんまりちょっとシワが消えにくかったんで、
すくい縫いで糸を締めつつ、ベルトごとアッパーを叩いてベルトを引っ張って引き締めて、ここのシワがね、このアッパーのこっち側にね見えてこないようにします。結構コードバンの靴って、代表的なのはやっぱオールデンの990ってやつですかね。990と9901かな。オールデンの型番なんですけど、コードバンを使ったプレーン等で、やっぱねコードバンの靴っていうとイメージが結構強いんで、かなりね武骨な印象なんですよね。コードバンのシワって結構迫力があるんで、どちらかというとねあんまりドレッシーな雰囲気とは違うような気はするんですけど、確かにオールデンのやつはそのシワの迫力に加えて、さらにソールもねダブルソールだし、ダブルウェルトだし、ストームウェルトだしっていう感じで、かなりカジュアルめな。でこの靴もねどうしようか迷ったんですけど、今回はシングルウェルトのシングルソールで、どっちかというとドレッシーめな作りにねしていきます。なんですけど、本当にドレッシーなのをやろうと思うと、この前のレイジーマンみたいな感じでベベルドウエストにして、すごい出しに細かく縫ってみたいな、そんな感じになってくるんですけど、そこまではいかず、このなんていうかカジュアルな感じも残しつつ、ドレッシーな雰囲気との中間をね狙っていきたいと思ってやってます。木型も割と武骨というよりはどちらかといったらこうすっきりしたイメージの木型を作ったんで、ちなみにこの木型はこの前作ったシルバノラッタンジの作り替えの木型です。それを、形状とあとフィッティングの修正をして今回ね使ってます。あの時よりもつま先を少し丸めにして、他のところにも少し丸み持たせて、ちょっとね柔らかい印象を持たせたつもりで作りました。じゃあこの余計なウェルトを切っちゃいます。よいしょ。こうしてよし。じゃあこのウェルトから飛び出てるこの余ってる皮、これをカットします。これでウェルトを平らにして、今回こんな工具を使っています。
これ前から持ってたんですけど、ウェルトビーターってやつで、ウェルトをね平らにするための道具使ったことあるんですけど、なんかあんまりいまいちね効果がよく分かんなくて普段あんまり使わないんですけど、ちょっとね使いづらかったことに気づいて、削って綺麗に使いやすくしたんで今回使ってみます。使い方はこうウェルト、ここの面が平らになってるんで、これをこのウェルトのところここに当てて裏から叩くっていうのが使い方みたいです。結構イギリスのビスポーク工房とかだとちょっと使ってる映像をね見ますね。あれなのかな、ウェルトが少しね締まる感じがしますね。こう叩かれてね、分かるか分かんないですけど、例えばここね叩きますと、ちょっとこうウェルトの厚みがね少し薄くなって繊維が詰まったような印象があります。いきます。どうでしょうかね。ここが叩いたところで、ここが叩いてないところなんで、なんとなくここの方がこう厚みがあってもやっとしてるのが、ここ引き締まった印象確かにありますね。はい、できました。めっちゃいい雰囲気ですね。こんな感じです。このね底面の釘がなくなってよりつるんと感が増しました。なんかこの横から見た時とかなんていうかねすごいヌメヌメ感がすごいです。温泉まんじゅうみたいな感じは確かにあるんですけど、なんていうかこのねぬめっとしてる感じが、なんだうなぎとかナマコとかそういう感じに見えてきました。今度はやっぱりビスポークならではのこう木型のラインっていう感じがありますね。こんな雰囲気です。この裏面の縫い目の感じは特に言うことはないですね。いつも通り問題なく縫えてます。結構このすくい縫いをした後の底面の眺めが好きですっていうコメントをもらうと嬉しいですね。僕も大好きですこれ。で今回はいつもと違うのはここね釘で留めてるという感じですね。ここがね縫わなくていいだけでかなり楽。これで問題なければ今後もしかしたらこのタックス留めにかかとはするかもしれないです。こうやってね靴の形になってくるともう早く履きたくてしょうがないですね。こう足元にこう合わせてこうやって履いてる姿をね想像しながらね作ってますということですくい縫いまで終わりました。どんどん進めていきたいと思います。じゃあ今日はこの辺でまた次の動画でお会いしましょう。